今日はレジンマーメイドスケールネックレスの作り方を紹介していきたいと思います。今回は以前作った人魚の鱗とは違うタイプの作品を作ってみました。一つは透明のホログラムを使って幻想的な仕上がりに、もう一つは不透明のホロで可愛らしい仕上がりになりました。今回使用するのはこちらのゴールドの雫型のカラー枠です。それではマスキングテープを貼って台紙にセットして第1層目を流していきます。このくらいの少量のレジンを流したら台紙を傾けながら全体に広げていきます。広がらないところは爪楊枝などを使って全体に広げます。そしたら硬化をする前にブルーのグラデーションを作りたいのでこの辺りに1滴ほど、今回は本当に少しの量でいいので、このカラー枠ちっちゃいので別のシリコンマットなどに1滴流して爪楊枝の先端に少しだけ取ってトントントンと下の方から広げていきます。下3分の1くらいまで広げることができたら、今度は爪楊枝を上にスッと引っ張ってグラデーションを引いていきます。でこの境目はトントントンとクリアを混ぜるようになじませながらグラデーションを作ります。こんな感じでグラデーションが出来上がりました。硬化をして、横から見るとこういう感じです。少しくぼんでいますよね。量はこのくらいを設定しました。それでは、こちらのホログラム、こういった透明のタイプのものを、まずはじめに作っていきたいと思います。シリコンマットに少量のレジンを出します。そしたら、こちら爪楊枝で少しだけ取って、下のところにこういう感じで1本スッと線を引くようなイメージでレジン液をのせます。そしたら、ここにホログラムを1枚ずつのせていきます。今回綺麗にホログラムを並べて鱗の形に見せたかったので1列ずつ硬化しているんですけれども、できそうな方はそのまま2列3列と作っていても大丈夫だと思います。はい、1列目の配置ができました。1,2,3,4,5 枚のホログラムを乗せてここで一旦硬化したいと思います。はい、硬化が終わりました。同じ作業をずっと繰り返していきます。今乗せたホログラムの上に1列重なるだけのレジン液を爪楊枝で乗せていきます。それでは2列目を乗せていきます。1列目のホログラムに重なるように、少しだけ重なるように、ホログラムを乗せていきます。はい、2列目が出来上がりました。硬化も終わっています。それでは3列目に行きたいと思います。この作業の繰り返しです。それでは4列目に入りたいと思います。今乗せた硬化したホログラムの上に1枚ずつ重なり合うように配置をしていきます。こんな感じになっています。だんだん出来上がってきました。近くで見ると鱗に見えますよね。ですがこの後たくさんレジンを流して、少し隠れてしまうので、実はこの作業を飛ばしてもいいのかなと後から思いました。それでは、最後の2枚を乗せてもう1枚ですね、一番上のところにここに1枚乗せて、台の完成です。上の方は少し隙間を空けるように作っておきました。はい、こんな感じで硬化したいと思います。綺麗ですね。硬化が終わりました。下のブルーが透けてホログラムを乗せても同じ色なんですけれども、ホログラムが違ったカラーに見えるのが綺麗かなと思っています。触っても、今このホログラムは固定された状態です。それでは上からレジン液を流していきたいと思います。それではたっぷりのレジン液を流してコーティングしたいと思います。このくらい流したら台紙を傾けて全体に広げていきます。で最初に気づけばよかったんですけれども
たっぷりのレジンをのせたらこの透明のホログラムなので、境目などが隠れてしまうんですね。なのでまた上からのせることにしました。はい、ここで一旦硬化します。硬化が終わりました。そしたら、たくさん盛ったレジンの上にさらにたっぷりのレジンを流していきます。今ぷっくりとした土台が出来上がっているので、その上をコーティングするようにまたさらに広げていきます。はい、それではまた同じ作業の繰り返しです。下の列のホログラムの上に、上からホログラムを1枚ずつ乗せていきます。今回は1列ずつ硬化はしないで、今たっぷり乗せたレジンを一気に硬化していきたいと思います。この時ホログラムはレジンの中に埋め込んでしまいました。はい、それでは硬化をする前に少しだけ、この辺りにラメを振りかけていきたいと思います。こちらも透明のラメで、とても細かいタイプのものです。爪楊枝の先に取って、トントントンと振りかけるように散らしていきました。硬化が終わって最後のコーティングに入りたいと思います。全体をカバーできるくらいの少量のレジンを流して台紙を傾けたり爪楊枝を使ったりして、全体的にコーティングをしていきます。それでは最後にこの辺りにストーンをポンと乗せて硬化したいと思います。いい感じですね。はい、硬化が終わりました。キラキラしていいですね。それでは裏面の処理に入りたいと思います。裏は特に何もしないで、たっぷりとコーティングをして立体感のある仕上がりにしようかなと思います。台紙を傾けて全体に広げたらライトに入れていきます。はい、硬化が終わりました。完成です。綺麗ですね。裏面もぷっくりとした仕上がりになりました。それでは表に向けてこちらの1つ目の方が完成しました。グラデーションがいい感じですね。はい、完成です。それでは2つ目を作っていきたいと思います。同じように第1層目を流していきます。ですがこちらは、第1層目からたっぷりのレジンを流してもうぷっくりさせた状態から始めたいと思います。ぷっくりさせて、このカーブを利用してホログラムを配置していこうかなと思います。横から見るとこういう感じです。硬化が終わりました。それでは、先ほどと同じようにぷっくりした土台の上にさらにたくさんのレジン液を流していきます。たっぷりあるので、台紙を傾けながら横に流れていかないように注意しながら全体に広げます。はい、そしたら今度はこちらの丸い不透明のホログラムを使っていきたいと思います。オーロラの色ですね。ホワイトに少しピンクに見えるようなそんな輝きのこちらのホログラムです。それでは同じように1列ずつ配置をしていきます。一番下から始めて2列目を上に重ねて3列目を上に重ねてという順序で同じように作っていきます。こちらも1列ずつ硬化しないで一気に全部まとめて硬化していこうかと思います。ちょっとくっついてなかなかやりにくいなと思ったら1列ずつ硬化していく方がいいかもしれません。それでは下半分から3分の1くらいまでこちらの丸いホログラムを埋めていきます。はい、こんな感じで仕上がりました。上半分はクリアを残してあります。下の方にもこちらの不透明の方は少しはみ出すような配置をしてみました。より鱗っぽく見えるかなと思ったので、少しゴールドの縁の部分にも飛び出すような感じで、上のクリアのところには小さいホログラムを置いていきます。あまり敷き詰めすぎないで余裕を持たせてグラデーションに見えるように配置をしていきました。で下の大きいホログラムの上隙間を埋めるような感じで少しだけ小さいホログラムを乗せていきます。それでは硬化をする前にこちらにもラメを振りかけていきたいと思います。
これはお好みで、私は少しキラキラした方がいいかなと思ったので、さらにラメをのせていきました。はい、ラメをのせたら硬化します。硬化が終わりました。それではまた同じようにコーティングのレジンを流していきます。こちらもたっぷりと流してよりぷっくりとした形に仕上げたいと思います。全体に広げたらこちらにもストーンを一つポンと置いて、はい、これで硬化したいと思います。硬化が終わりました。表面は完成です。こちらはより鱗っぽく見えるかなと思います。それでは裏面の処理に入りたいと思います。こちらも同じで特に加工はしないんですけれども、裏面をぷっくりさせてコーティングしたいと思います。はい、硬化が終わりました。完成です。こちらの方がより鱗っぽく見えますね。で、上がクリアな分すごく透明感があって面白い形になったなと思います。裏から見るとこういう感じです。表のホロが裏からも透けて見えます。ホログラムって光の角度でだいぶ見え方が変わるのが面白いですよね。こんな感じで仕上がりました。はい、それでは最後パーツを取り付けてネックレスにしていきたいと思います。丸カンを通してチェーンに通していきます。この辺りに引っ掛けてチェーンを通したら完成です。はい、出来上がりました。ちっちゃくて可愛らしいですね。なんだかコロンとした雫の形なんですけれども、今回はマーメイドの鱗に見立ててをイメージして作ってみました。はい、並べてみるとまた違った種類の違ったパターンのお揃いのネックレスという感じです。近くで見るとこちらはなんとなく鱗かなってわかる感じですが、こちらの不透明の方がより鱗っぽく見えるかなと私は思っています。ですが実際1列ずつ硬化してってやるのはあまり意味がなかったのかもしれないとも思っています。やるんでしたらこちらの不透明の方でしたよね。1列ずつ乗せていくのは。ですがもう慣れてきたのでこのまま乗せることができたので魚に見えますね。魚の表面にこんな感じで出来上がりました。ゆらゆら揺れて、光に当たると角度によって見え方が違うのがホログラムのいいところだと思います。ちょっと遠目だと鱗って分かりにくいかもしれないですね。近くで見たら鱗なのかなという気もしますけれども、そんな感想です。でこちらは色合いがすごく幻想的でいいかなと思いました。こちらもグラデーションにすればよかったですね。上半分は残してで後からちょっと思っています。レジンマーメイドスケールのネックレスでした。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。